こんにちは、ふうやんです。今日は岐阜県の養老の滝に来ています。駐車場から歩いてすぐに養老寺がありました。ここは不老長寿の祈願寺とのことです。養老は滝の水がお酒に変わった話で有名です。つまり、ずんの飯尾和樹の現実逃避シリーズみたいに、あ、この水がお酒だったらなーって思ったら、本当にお酒に変わったという話なんです。親孝行のふるさと会館という資料館があります。中はエアコンが効いていて涼しいです。暑い時期の休憩にちょうどいいと思います。養老の滝や養老講師についての資料が展示されているので、ここを見てから滝に向かうと良いと思います。孝行の鐘です。どういう意味があるのかは分かりません。ひょうたんランプ館というところがありました。帰りに寄ってみます。川の水を使って飲み物を冷やしています。冷蔵庫ほど冷たくないと思うけど飲みたくなります。この先に養老神社があります。大量の水が流れている場所がありました。ネットの情報によると、ここの水を飲む人が多いそうです。病に効く水と言われています。結構長い階段です。ここが養老神社。お祭神はくくり姫の命。くくり姫の命は、イザナギの命とイザナミの命の夫婦神が、黄泉の国で争った際に仲裁に入り、二神を和解させた神です。神社の隣に湧き水があります。名水百選に指定されている菊水泉。ここで湧き出した水が先ほどの石段の下を流れていた水です。ここから橋を渡って川の左側を進みます。
川の両岸には水流で岸が崩れないように丁寧に石垣が積まれています。地層がほぼ垂直になっています。かなり湾曲しているんですね。この辺りから傾斜が強くなっているので階段状になっています。スロープの部分は管理者が車で走れるようにでしょうね。滝が見えてきました。角張った大きな石ばかりですね。そして美しい眺めです。ここにも大きな石がありますね。美しい眺めです。ミストのせいかこの辺りは涼しく感じます。この位置からの眺めも美しいですね。奥にも小さな滝がありました。先ほどのひょうたんランプ館に入ってみます。奥さんがデザインしてご主人が加工するらしいです。これが一番手間のかかる作品らしいです。こちらで昼ご飯を食べてみます。今日は揚げ物は作っていないらしく、注文したのは養老サイダーと養老うどん冷麺。養老サイダーは明治時代から昭和時代前期にかけて西日本で人気が高く、昭和初期には津屋サイダーと双璧を成していました。変な癖はなく美味しいサイダーです。これが養老うどん。原材料が載っていました。一般的なうどんに比べタンパク質、食物繊維を多く含む栄養価が高いうどんです。見た目としてはそばのような色をしていますが、店の人はうどんだと言い張ります。そして一緒に運ばれてきたのがわさび。やっぱりそばじゃないのかなって思ってしまいます。めんつゆは伊勢うどんのように濃くて少量なので、わさびをつけるとまた美味しい。
ごちそうさま。とっても美味しいお蕎麦でした。駐車場を通り過ぎます。もう一箇所見たいところがあるんです。ここは養老ランドです。お客さんはほとんどいません。昔、探偵ナイトスクープで桂小枝さんがやってたパラダイスシリーズに出れそうな遊園地です。でも心配はいりません。もう何十年もこんな状態で持ちこたえているんです。きっと他にも収入源があるんでしょう。ここは岐阜県こどもの国という公園。小学生くらいのお子様のパラダイスらしいです。そしてやってきたのが養老天明反転地。グッズ販売のお店ですね。エアコンが効いているのはここだけです。養老天明反転地は荒川修作氏と詩人のマドリン・銀寿氏の構想を実現したテーマパークです。ここには至る所に人間の平衡感覚や遠近感を混乱させる仕掛けが施されています。変わった建物が見えてきました。ここは床と天井が同じデザインになっているので、写真を撮って180度回転させると面白い絵になります。これは昆虫山脈というらしいです。ここは家具などが壁を突き抜けて配置されています。つい反対側がどうなっているのか見たくなります。本当に平らな場所がないんですね。下にも何かあるみたいですが、
見に行く元気がありませんでした。平衡感覚がおかしくなる場所でした。何かあるので行ってみます。地図で調べたら楽市楽座というところでした。休憩場所と食べ物を売っているお店が並んでいます。全然人がいないじゃんって思うかもしれませんが、僕が行くのはいつも平日なので仕方ありません。休日になるとこの駐車場も結構埋まるようです。今日の街ブラはいかがだったでしょうか。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。またいろんな場所を紹介していきますので、よろしかったらチャンネル登録してお待ちください。ではまた。